エリオット波動を生み出したラルフ・ネルソン・エリオット氏は元会計士だったんですが、この数字を使って相場の動きの規則性を解明しようとしたところが革新的なんです。A 波に関しては、この段階ではまだ大半の市場参加者は上昇トレンドが継続中と捉えている段階となります。C 波は5波動構成ですので、このように水色で示したような5波動をカウントすることができます。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、初めてのエリオット波動を入門。エリオット波動理論は相場理論の中でも非常に長い歴史を持ち、学ぶことがかなり多い理論ですが、この動画を見ることでエリオット波動の基本を実際のチャートを使った分析例を通じて学ぶことができます。これからエリオット波動を勉強したいけれど、どこから何を手をつけていいかわからないという方、エリオット波動を少しは知っているけれど、基本を改めて体系的に学びたいという方は、ぜひ今回の動画の内容を参考にしてください。まずはエリオット波動の歴史を振り返っていきたいと思います。エリオット波動はラルフ・ネルソン・エリオットという方が生み出した相場理論ですが、非常に古くからある相場理論です。誕生したのは20世紀の初頭、1938年にエリオットさん自身が The Wave Principle という著作で発表したのが始まりです。エリオットさん自身はもともと会計士だったんですが、病気で働けなくなってしまい、株式相場の研究にのめり込みます。ダウ理論に大きな影響を受けたエリオットさんは、会計士という数字の強みが関係してか、相場の動きをダウ理論をベースにして、数字ですね、特にフィボナッチ比率を使って相場の動きの規則性を見つけようとしました。この数字を使ってというところが革新的であることと、その背景からダウ理論やフィボナッチと相性のいい理論です。また株式相場をもとに生み出された理論ですが、コモディティや為替、暗号資産にも適用できると考えられています。実際に様々な金融商品でエリオット波動を用いて分析を行っている人がいます。チャートの分析の方法って色々ありますし、合う合わないっていうのはあると思います。高値安値に注目して相場を見ていくのが合うっていう人もいますし、移動平均線やインジケーターを使ってみるのが合うっていう人もいると思います。エリオット波動理論にはこういう成り立ちの背景がありますので、ダウ理論やフィボナッチが好きな人は勉強してみる価値はあると思います。それではここからはエリオット波動の重要コンセプトについて順次お伝えをしていきたいと思います。まずは最もコアとなる考え方ですね。この考え方がエリオット波動理論の至るところに出てくることになりますが、それが5波で推進し3波で修正するというものです。エリオット波動理論では相場というのはこのような5つの動きで進み、その後3つの動きを経て調整するというふうに相場を捉えます。この一つ一つの動きのことを波というふうに呼ぶんですが、トレンド方向に沿ってこの5つの波で動く動きを推進波、それに対する調整を行うこの3つの動きを修正波というふうに呼びます。一般的な相場理論でも相場というのは一方向に動き続けるということはなくて、例えばこのような上昇トレンドが発生している場合も、上がっては下げ、上がっては下げというように、このようなジグザグを描いて動くというふうに捉えます。そしてこのようなトレンド方向と一時的な逆方向の動きを調整というふうに呼びますが、エリオット波動においても同じような調整という考え方が存在し、それを修正というふうに呼びます。ですので今回の動画の中でもエリオット波動理論の用語にのっとり全て修正というふうに呼びたいと思います。そしてこの推進波と修正波を構成する一つ一つの動きのことを波というふうに呼びます。それぞれに名称がついていまして、まずこの推進波を構成するこの5段階の動きですね。下から1波、2波、3波、4波、5波というふうに呼びます。それから修正波に関しては、まず1つ目の動きのことを A 波というふうに呼びます。それから2つ目の動きを B 波、そして最後の3つ目の動きを C 波というふうに呼びます。5波で推進し、3波で修正する。これが最も基本的な考え方となりますので、まずはこれを押さえてください。続いてアクション波とリアクション波という概念について説明をしていきたいと思います。一つ前のところで推進波というのは5つの動きでトレンドを作り出す動きのこと。修正波は推進波とは逆方向に3つの波で構成される動きのことというふうに説明をしました。この推進波、修正波それぞれの方向に進む波のことをアクション波。推進波、修正波の方向と逆方向に進む波のことをリアクション波というふうに呼びます。まず推進波の方から見ていきたいと思いますが、今の図を例にとると、推進波はこのような上昇トレンドを形成する動きになっています。このような動きのことを上昇波動と言ったりもしますが、この推進波の方向と同じ方向に動く波のことをアクション波、それと逆方向に動く波のことをリアクション波というふうに呼びます。つまり推進波について言うと、1波目と3波目と5波目がアクション波、2波目と4波目がリアクション波ということです。続いて修正波の方なんですが、今回の例ではこの修正波は下降トレンドになっていますよね。このような動きのことを下降波動と言ったり下落波動というふうにも言ったりもしますが、つまり今回は修正波は下方向の動きになってますので、この下方向の動きに進む
波のことをアクション波、それと逆に進む波のことをリアクション波というふうに呼びます。修正波に関しては A 波と C 波がアクション波、B 波がリアクション波ということになります。トレンド方向に進むものをアクション波、それと逆方向に進むものをリアクション波というふうに覚えてもいいと思います。推進波であれば上昇トレンドですから、その方向に進む波がアクション波。修正波については今回は下落トレンドになってますので、その下落方向の動きをアクション波、逆方向がリアクション波といった具合です。はい。ただこれあまり使わないので、概念としては推進波、修正波の方が大事です。続いての重要な考え方がフラクタル構造というものです。フラクタルというのは全体と部分の形が同じ形状をしている構造のことを言います。例えばこの葉っぱの写真を見ていただきたいんですが、この葉っぱを大きく捉えると、このような大きい三角形というふうに見ることができます。さらにこの大きい三角形の部分を構成する小さい葉っぱの部分を見てみると、この小さい葉っぱも葉っぱ全体として見た時の三角形と同じ形状をしていることがわかります。さらにこの小さな葉っぱのさらに一つ小さいところを見ていくと、ここの部分もですね、最初に見た全体の葉っぱの形と同じ形状をしていることがわかります。このように全体と部分の形が同じ形状をしている構造のことをフラクタル構造というふうに呼びます。そしてエリオット波動においても波がこのようなフラクタル構造になっているというふうに捉えます。どういうことかというと、動画の冒頭でエリオット波動は5波3波のリズムで相場を捉えるというふうにお伝えしましたが、この5波3波をさらに小さく見ていくと、このようにさらに小さな5波3波が見られるというものです。例えば一番上の波を見ていただきたいんですけども、この波がですね、冒頭で説明したものと同じです。5波で推進し、3波で修正するというものです。はい。そしてこの1波の部分を細かく見ていくと、このような5波の推進波の構成になっているということになります。そしてこの2波というのは1波に対する修正というふうに見ることができるんですが、この2波の部分もやはり細かく見ていくと、このような3波構成の波になっている。つまり、一番上の図で見た3波の修正波と同じ構成がここにも見られるということになります。つまり、この1波2波の部分に注目すると、その部分もやはり5波で推進し、3波で修正するという構造になっているということです。そしてさらに、この中段の波の一番左の部分ですね。ここの部分をさらに細かく見ていくと、やはりここの部分も5波で推進し、3波で修正するという構造になっているということになります。このようにエリオット波動ではいくつもの波の階層が重なり合ってできているというふうに捉えます。またこのような波の階層のことを波のディグリーというふうに呼びます。例えばこの中段の波に注目すると、この中段の波というのは一番上の波よりも一つ下のディグリーの波だというふうに使います。僕の動画普段ご覧になっている方は、上位足の波とか下位足の波っていう言葉を耳にしたことがあると思うんですけども、それと同じ考え方というふうに言うことができます。続いての重要なコンセプトが波のサイクルという考え方です。エリオット波動理論では動画の冒頭でお伝えした推進波と修正波の組み合わせが異なる期間で周期的に繰り返すという考え方をします。はい。そのサイクルの一覧というのが今表示しているものになります。例えば一番上のグランドスーパーサイクルというのは数百年規模のサイクルというふうに考えられています。つまり推進波と修正波、この組み合わせで一つのサイクルということになりますので、グランドスーパーサイクルというのは数百年の規模でこの推進波と修正波の組み合わせが発生している値動きということになります。その他のサイクルとしては、例えば上から2つ目のスーパーサイクルは、およそ40年から70年規模のサイクルで現れることが多いとされています。はい。またサイクルというものは1年から数年ですね。それから短いものを見ていくと、この一番下のサブミニュエットというサイクルは数分のサイクルと考えられています。エリオット波動理論というのはですね、世界中に研究をしている方々がいて、そういった方々の中には、今表示しているサイクルの期間の外側にもですね、サイクルがあるというふうに考えている方もいます。つまりこのグランドスーパーサイクルよりもさらに長い期間、またはこのサブミニュエットよりもさらに短い期間でのサイクルが存在するという考え方をしている人もいます。先ほど波のフラクタル構造のところでもお伝えしましたが、エリオット波動理論ではこのように複数のサイクルが重なり合って相場を構成しているというふうに考えます。この波のサイクルもエリオット波動理論において非常に重要な考え方となります。それではここからはエリオット波動を構成する基本波形とその特徴について詳しく解説をしていきます。このあたりからですね、難しくなってくるのと、覚えることが非常に多くなってきますので、頑張ってついてきてください。で、一度で全てを理解する、覚えるということは到底不可能ですので、動画を何回も視聴したり、実際にエリオット波動を使ってチャート分析するときにですね、この動画に戻ってくるような形で使っていただければというふうに思います。
その基本波形というのが今こちらに表示しているものです。全部で5つあるんですが、推進波でインパルスとダイアゴナルの2つ、そして修正波ではジグザグとフラットとトライアングルの3つが存在します。最初に推進波から見ていきたいんですが、推進波というのは5波で構成される波のことでしたよね。で、この5波がどのような形で構成されるかによって2つの種類に分けることができます。それがインパルスとダイアゴナルというものです。まずインパルスから見ていきたいんですが、インパルスというのはこの推進波の5波構成がさらに細かい5波3波5波3波5波の細かい波で形成されるといった形状の波になります。例えばこの図の赤で示した波に注目してもらいたいんですけども、推進波の1波目の部分を見てみると、さらに細かい赤い5波で形成されているということになります。そして2波のところがこの3波。推進波の3波の部分がこのような赤の5波で形成され、4波の部分は3波で構成され、最後の5波の部分がこの赤で示した5波で構成されるといったイメージです。はい。そしてインパルスの特徴なんですけども、まず1点目は2波は1波の視点を超えないということです。この2波がですね、1波の視点を割り込んでしまうと、そもそも上昇トレンドにつながっていくことができませんので、これは当たり前といえば当たり前かなというところです。はい。そして2点目なんですが、3波が一番小さくなってはいけないというものです。それから3つ目なんですが、この4波目ですね。4波というのは1波と重なってはいけないというものです。この3つの特徴はですね、インパルスにおけるルールというふうにも呼ばれるんですけども、この3つのルールを満たした波のみインパルスとして取り扱うことができるということになります。続いてダイアゴナルを見ていきたいと思うんですけども、ダイアゴナルについては53535の波動構成になる場合、または33333の波動構成となる2つの場合が存在します。53535というのはインパルスと同様ですね。この1波目が5波、2波目が3波、3波目が5波、4波目が3波、5波目が5波で形成されるというものです。33333というのはこの推進波の5波すべてが3波で構成される波ということになります。そしてダイアゴナルの特徴なんですけども、インパルスとは対照的にこの4波目が1波と重なることが多いというものです。それから3波目の部分に関してはインパルスと同様ですね。3波が一番短くなってはいけないというものです。それでは続いて修正波について見ていきたいと思いますが、今回は推進波を上昇波動として見てきましたので、それに対する修正として修正波が下降波の場合の波形について見ていきたいと思います。まずは一番左のジグザグについて見ていきたいと思いますが、ジグザグというのは5波、3波、5波の副次波で構成される修正波となります。一般的な N 波動と同じ形をしていまして、C 波が A 波の終点を超えるというのが特徴です。それから真ん中のフラットなんですが、フラットは335の波動構成で形成される修正波となります。フラットはその形状によってさらに3つの派生形に分類することができます。まず一番左の基本形なんですが、これがフラットの最も基本的な形です。このフラットの基本形の特徴は、2波目に該当する B 波が A 波の支点まで戻り、続いて3波目に該当する C 波の終点が A 波の終点を少し超える程度で終了するというのがフラットの基本型です。次に拡大型のフラットについて見ていきたいんですが、拡大型フラットの特徴は B 波の終点が A 波の支点を超えるということ、それから C 波の終点に関しても A 波の終点を大きく超えてくるということが特徴となります。このように高値が切り上がり、安値が切り下がる拡散型の形になっていることが特徴です。これは一般的な波動で言うと Y 波動やブロードニングフォーメーションと呼ばれる形と同じです。それからフラットの派生形の3つ目がランニングフラットと呼ばれるものになります。ランニングフラットというのは B 波の終点が A 波の支点を超えてくるんですが、この3波目に該当する C 波ですね。この C 波が伸びきることができずに A 波の終点に届かない状態で終わるというのが条件です。続いて修正波の3つ目の形であるトライアングルなんですが、トライアングルというのは33333の副次波で構成される修正波となります。トライアングルに関してもその形状から2つの派生形に分類することができまして、まず基本型というのが一般的には三角持ち合いと呼ばれる形状と同じものになります。それから拡大型に関しては、フラットの拡大型と同様に高値が切り上がる一方で安値が切り下がる拡散型の形をしているということが特徴です。またトライアングルに関しては5つの波で構成される修正波となりますので、波の名称としてはこのように A、B、C、D、E というふうにカウントをします。トライアングルの特徴としては C 波が複雑化、長期化することが多いということと、それから E 波の終点が A と C を結んだラインを少し超えることがあるというのが特徴です。このことをスローオーバーというふうに呼びます。
それから修正波に関しては複合修正波と呼ばれる形も存在します。少し複雑にはなるんですが、よく出る形ですので、ここでも取り上げたいと思います。まずこの複合修正波というのは、複数の修正波が連結することを言います。で、連結の数としては最大で3つまでというふうにされています。複合修正波の形としては、今このスライドに表示している2つのタイプしかなくて、1つ目がダブルジグザグもしくはトリプルジグザグ。で、2つ目がダブルスリーもしくはトリプルスリーと呼ばれているものです。パターンとしてはこの2つしかありませんので、これだけを覚えれば良いということになります。まずはダブルジグザグを例として見ていきたいと思うんですが、ダブルジグザグというのは文字通り修正波の一つであるジグザグが2つつながった形のことを言います。そして2つのジグザグを連結する波ですね。このちょうど赤の波で示したところを X 波というふうに呼びます。この X 波という名称はダブルジグザグだけではなくてトリプルジグザグやダブルスリー、トリプルスリーでも同様です。そしてこの X 波の形状なんですけども、X 波はどのような修正波でもいいということになります。つまりこの X 波自体がジグザグになることもありますし、フラットになることもありますし、トライアングルになることもあるということになります。そして複数の修正波が連結した場合なんですけども、波の名称も変わります。一つ目の修正波を W 波、二つ目の修正波を Y 波、そして修正波が3つつながる場合の3つ目の修正波のことを Z というふうに呼びます。ダブルジグザグの例で言うと、1つ目のジグザグを W 波、そして連結の波を X 波、2つ目のジグザグを Y 波と呼ぶといった具合です。トリプルジグザグに関しても同じです。3つのジグザグがこの赤で示した X 波で接続されるという形になります。で、この場合は修正波が3つ連結してますので、1つ目の修正波を W 波、2つ目の修正波が Y 波、3つ目の修正波が Z 波ということになります。ダブルジグザグとトリプルジグザグでどちらが出現頻度が高いかというと、これは圧倒的にダブルジグザグの方が出現頻度は高いです。続いてダブルスリーとトリプルスリーを見ていきたいと思うんですが、3というのは修正波のことを指します。修正波というのは3波構成の波でしたよね。ですので、その3波構成の3を取って3と呼んでいるということになります。2つの修正波が連結した形をダブルスリー、3つの修正波が連結した形をトリプルスリーというふうに呼びます。で、これも出現頻度の観点から言うと、ダブルスリーの出現頻度の方が圧倒的に高いです。で、左側にあるダブルジグザグやトリプルジグザグとの違いはというと、左側のダブルトリプルジグザグというのは、連結する対象の修正波がジグザグのみという風になっていますが、ダブルスリートリプルスリーに関しては、3つの修正波すべてが連結対象となるという点が違いです。例えば図の上の例を見てみると、この場合はフラットとトライアングルという2つの修正波が連結している形となります。この場合も波の名称としては、1つ目の修正波を W、2つ目の修正波が Y ということになります。それから下段の図がトリプルスリーの例なんですが、この場合はフラットとフラットとトライアングルが接続された形となっています。この場合の波の呼び方なんですけども、1つ目の修正波が W 波、2つ目の修正波が Y 波、最後3つ目の修正波が Z 波ということになります。そしてそれぞれのつなぎの波が X 波です。以上がエリオット波動を用いて分析する際の基本波形とその特徴になるわけなんですが、続いてこれらの波形が冒頭で説明した推進5波修正3波のどの位置に現れやすいのかという点について見ていきたいと思います。はい。それではここまで見てきた基本波形がそれぞれどの場所で出現しやすいのかという点について見ていきたいと思います。今表示している図は動画の冒頭で説明した推進5波と修正3波に関してそれぞれの波がどの波形になりやすいかをマッピングしたものになります。まずは1波から見ていきたいと思いますが、1波に関してはインパルスまたはダイアゴナルになるということが知られています。この1波目にダイアゴナルが現れる場合の形のことをリーディングダイアゴナルというふうに呼びます。それから2波なんですが、2波に関してはジグザグまたはフラットになることが多いというふうに考えられています。それから3波に現れる波形としてはインパルスのみとなります。それから4波に関してはジグザグ、フラット、トライアングルのいずれかが現れます。最後5波なんですが、5波に関してはインパルスまたはダイアゴナルのいずれかの波形が現れるというふうに知られています。またダイアゴナルの波形が5波に現れる形のことをエンディングダイアゴナルというふうに呼びます。続いて修正波なんですが、修正波の1波目に該当する A 波に関してはインパルスまたはダイアゴナル、B 波に関してはジグザグかフラットかトライアングル、C 波に関してはインパルスまたはダイアゴナルになります。この波の構成に関しても、それぞれの波の波形がどの位置に現れやすいのかということをまとめたものになりますので、この考え方もエリオット波動を用いて分析する際の重要なパーツとなります。はい、これはもう覚えるしかないですね。こういう波形はこういうところに現れやすいということをまとめたものになりますので、分析する際の重要な考え方となります。それではここからはですね、エリオット波動を用いた分析のガイドラインについて説明をしていきたいと思います。
ここでいうガイドラインというのは、実際の相場をエリオット波動で見ていく際に、こうなることが多いということをまとめた分析の指針となるものを言います。先ほどの波の基本波形のところで解説をした、例えば2波は1波の視点を超えないであったりとか、3波が一番小さくなってはいけないということは、エリオット波動を使っていく上で、ほぼ絶対的に守られるべきルールというふうに呼ばれるんですが、一方のガイドラインというのは、こうなることが多いということをまとめた分析の指針です。で、ガイドラインもですね、非常に多岐にわたって存在しますので、この動画の中で全てを説明するということはできません。ですので、重要なものとよく使うものについてここでは紹介していきたいと思います。で、今回のガイドラインなんですが、インパルスの場合のガイドラインとなっています。インパルスというのは先ほどの波の構成のところでも見たように、いろいろな波形の副次波としても登場しますので、ここを押さえることは非常に重要となります。それではガイドラインを一つ一つ見ていきたいと思うんですけども、今回は重要なものを7つ紹介します。まず1つ目が波の延長エクステンションと呼ばれるものです。動画の冒頭でもお伝えした通り、エリオット波動の基本は5波で推進し3波で修正するというものでした。ただですね、実際にチャートに向かってエリオット波動を分析しようとすると、この動画の後半でも分析の実演をやりますけども、実際にカウントを行っていくとですね、5波では収まりきれずに9波とかにカウントできてしまうことが存在します。で、そういった場合というのは大抵の場合延長が起きていることが多いです。はい。で、波の延長というのは同じ波のディグリーですね。先ほどのディグリーの定義を思い出していただきたいんですけども、同じ階層の波でアクション波の1波が5波になることを言います。例えばこの図にあるような5波構成の推進波が存在した場合に、このうちの1つの波がこのように巨大化することを言います。で、1波、3波、5波のいずれかのアクション波が延長すると、他のアクション波は延長しないという特徴があります。また延長することが多い波としては、3波が一番延長することが多いです。5波も延長することが多いと思います。また1波が延長するということは稀です。それからガイドラインの2つ目なんですが、波の均等性というものです。これは波の延長にも関連するんですが、3波が延長する場合、1波と5波の大きさが同じくらいになるという特徴があります。続いて3つ目のガイドラインを見ていきましょう。3つ目はオルタネーションと呼ばれる概念です。オルタネーションというのはインパルスに存在する2つの修正波ですね。2波と4波の修正波が異なる形になるというものです。例えば2波目がジグザグになった場合に4波目はフラットもしくはトライアングルといったようにこの2波と4波目の修正波の形状が異なる形になることを言います。続いて4つ目がチャネリングと呼ばれるものです。チャネリングというのはインパルスの波形全体が平行チャネル内に収まるということを言います。そしてもう一つの特徴としては、5波の終点がチャネルを少し超えてくることがあるというものです。この5波の終点が少し超えてくることのことをスローオーバーというふうに呼びます。そしてガイドラインの5つ目なんですが、これは出来高の観点で見ていくと、5波は3波よりも通常出来高が小さいというものです。それからガイドラインの6つ目が修正波の深さに関するものです。インパルスにおいては2波と4波が修正波に該当しますが、このうち2波が深い修正になりやすいというものです。この点に関しては7つ目のガイドラインのところで詳しく説明しますので、まずは2波は深い修正になりやすいということを覚えてください。はい。それから4波については、3波の副次波の4波の終点。これが目処になりやすいという特徴があります。どういうことかというと、この3波目の部分ですね。ここの副次波に注目をすると、今ちょうどこの赤の波で副次波を描いてるんですが、この副次波の4波の終点が、このインパルスそのものの4波の終点になりやすいという特徴があるということになります。4波の終点を見極めるにあたって、副次波を目安として活用できるということですね。最後、ガイドラインの7つ目が波の個性というものです。これはつまり推進5波、修正3波について、それぞれの波がどのような特徴を持っているかを記述したものになります。まず1波の方から見ていきたいんですが、1波が出現する前というのは下降トレンドが続いているわけです。その中で発生した反発の動きということで、まだ大半の投資家が下降トレンドが継続している中での一時的な反発というふうに捉えるのが1波ということができます。次に2波なんですが、1波というのはまだ下降トレンドが継続している中での反発の動きでした。ということで上がってきたところというのは下降トレンドの戻り売りにさらされやすいということで2波には深い修正になりやすいという特徴があります。続いて3波なんですが、3波は一番伸びることが多い、延長しやすい、また出来高も最も多いという特徴があります。これはなぜかというと、3波というのは高値の切り上げと安値の切り上げが確定し、上昇トレンドがスタートするタイミングとなります。そのため上昇トレンドの手前の下降トレンドでの売り手の利確及び上昇トレンドがスタートしたということを見た新規の買いが集まりやすいフェーズということができます。
次に4波なんですが、4波には複雑化長期化しやすいという特徴があります。この理由としては、手前の3波が大きく伸びたということで、その利益確定が入り始めるということと、一方で上昇トレンドは継続中ですので、下がったところでは押し目買いの動きが入りやすいということで、利益確定の売りと新規の押し目買いが拮抗しやすいために長期化複雑化しやすいという特徴があります。この4波目という場所は、先ほど波の構成でも見た通り、フラットやトライアングルが出現しやすいということになりますので、つまりレンジが発生しやすい場所ということになります。フラットというのはチャートパターンで見るのであればボックスレンジと同じです。トライアングルというのは三角持ち合いと一緒ですね。ボックスレンジも三角持ち合いもレンジであることには変わりがありませんので、複雑化長期化しやすい4波という場所では、フラットやトライアングルの波形が出やすいということになります。はい、最後5波なんですが、この段階になると明らかな上昇トレンドということで、投資家心理的には強気心理なんですが、すでに高値圏ということもあって、上昇スピードは遅く、一般的にはあまり伸びないという特徴があります。動画の冒頭でですね、エリオット波動を生み出したエリオットさんは、ダウ理論に影響を受けたというお話をしましたけども、このあたりの話というのはですね、ダウ理論と全く同じだということがわかると思います。ダウ理論にもトレンドの3フェーズという概念がありますが、この5波というのはダウ理論でいうトレンドの3フェーズの最後の3フェーズ目に該当します。つまりトレンドの初期からの参加者の利益確定が入り始めるタイミングということです。ダウ理論に関しては体系的に解説した動画を過去に投稿していますので、概要欄にリンクを載せています。興味のある方は合わせて視聴してみてください。2つの動画を合わせて視聴していただくと、投資家心理という観点も含めてですね、トレンドの本質をつかみやすくなると思います。ちなみにこの5波が3波の終点を超えられないというケースも時々出現します。このような形のことをフェイラーまたはトランケーションと呼びます。この形も時々出現しますので覚えておいてください。続いて修正波について見ていきたいと思うんですが、まず A 波ですね。A 波に関しては1波の逆となります。この段階ではまだ大半の市場参加者は上昇トレンドが継続中というふうに捉えている段階となります。ただ実際には何が起きているのかというと、この上昇トレンドの初期からの参加者の利益確定が入り始めるタイミングということになります。このあたりもですね、先ほどお話ししたダウ理論と全く一緒ですね。ダウ理論でいうところのディストリビューションフェーズに該当するのがこの A 波です。はい。そして続いて B 波なんですが、B 波は上昇トレンド継続と騙されやすい波ということができます。ただ実際にはこの後下降トレンドに突入する前の一時的な反発ということで、買い手が騙されるブルトラップになりやすい段階ということができます。はい。最後 C 波なんですが、C 波は大きな下落となるという特徴があります。なぜ大きな下落になるのかというと、手前の上昇トレンドの利益確定が引き続き入り続ける段階であるということ。下降トレンドがスタートしたということで、新規の売りが入り始めるということ。この図で言うと A の安値を割ってくるタイミングというのが下降トレンドがスタートするところになりますが、これによって新規の売り手が参入しやすくなる段階であるということ。それから手前の B 波のところですね。上昇トレンド継続と判断した B 波の買い手勢力の損切り。これら3つが相まって大きく下落しやすいのが C 波の特徴ということができます。エリオット波動というのは覚えることも多いですし、波形の種類も多くて少し幾何学的になりすぎる、かっちりしすぎるというところもあるんですが、このように投資家心理を交えてみると、エリオット波動の各波の特徴が分かりやすくなりますので、今回紹介した波の個性ですね、しっかりと理解されることをお勧めします。それではここまでの内容をもとにして、ここからは実際のチャートを使ったエリオット波動の分析例を紹介していきたいと思います。今回は米国株の代表指数であるナスダック100を例として取り上げます。はじめにお断りしておきますが、ここで紹介している例というのはあくまで僕が見た場合の分析例ですので、これが正解とは限りません。人によっては別の見方をする方もいると思いますので、その点はご了承ください。ナスダック100というのは1985年に算出が開始された指数です。今チャートツールトレーディングビューを使ってナスダック100の月足チャートを表示してるんですが、トレーディングビュー上は1985年からのデータを閲覧することができる状態です。つまり指数算出直後からの全てのデータが利用可能な状況にあります。で、もう一度ですね、動画の前半で取り扱った波のサイクルについて見ていきたいと思うんですが、例えば一番上のグランドスーパーサイクルというのは数百年のサイクルということになっています。ただ多くの銘柄にとっては数百年もそもそも歴史がないであったり、もしくはデータが利用不可能だということもありますので、銘柄によってはこういったサイクルが本当に実現するのかどうかっていうのは検証が不可能ということになります。ですので、エリオット波動分析を行う際には、今このサイクルにあるのかもしれないといった想定で見ていくということが必要になります。はい、
それではナスダック100の波動分析を行っていきたいと思うんですけども、今月足チャートを見ると、1985年から今動画を撮ってるのが2024年の2月なんですが、このような上昇波動が生まれているということがわかります。そして1985年から2024年までですね、およそ40年経過しているということになりますが、先ほどの波のサイクルの表を確認すると、スーパーサイクルというのが数十年のサイクル、中でも40年から70年に収まることが多いと言われているサイクルですので、ナスダック100も1985年の指数開始からスーパーサイクルが始まったというふうに考えると、今はそのサイクルにあるというふうに仮定することができます。もちろんこのスーパーサイクルというのが一つ上のディグリーであるスーパーグランドサイクルの一部分であるという可能性もあるわけです。はい。ただこの時点ではナスダック100は一旦スーパーサイクルの中にあるというふうに仮定したいと思います。はい。そして今この青の折れ線で示したような5波動の構成が確認できますので、それをベースに波をプロットしていきたいと思います。このような5波動というふうに見ることができます。チャートツールにトレーディングビューを使っている方はですね、この一番左のメニューバーのところにエリオット波動をカウントするためのツールがありますので、それを使うとこのように波をカウントした状態で描画することができます。はい。それからこの描いた波をですね、ダブルクリックすると、この設定画面の規模というところを選択することができまして、はい。ここにですね、動画の前半で紹介した波のサイクルというのが一覧で表示されています。で、このサイクルを変更すると、このようにですね、波の数字の表記が変わることがわかると思います。このように波のサイクルによって数字の表記を変えるというのがエリオット波動をカウントしていくときのルールになります。ここは少し細かい内容になるので一つ一つ説明するのは省きますが、今回はスーパーサイクルの中にあるという仮定のもとにここのスーパーサイクルを選択したいと思います。さて今描いた波動なんですが、5波動構成であるということと、その形から推進波のインパルスというふうに考えることができますので、まずこの形がインパルスの条件を満たしているかどうかっていうところを確認していきたいと思うんですが、先ほどの波の基本波形のルールのところを思い出していただいて、はい、まず2波ですね。2波については1波の視点を超えることがあってはならないというものでした。はい、ここに関しては問題なさそうです。はい、それから2つ目のルールとして、3波が一番短くなってはいけないというルールもありましたが、このカウントを想定する限り3波が一番短くなるということはなさそうですので、そこも問題ないでしょう。はい、また4波に関して1波と重なることがないというルールもありましたので、そこを見てみると、今4波をここに想定してますが、その場合も1波と重なることはないですので、その点についても問題ないということがわかります。ただですね、個人的にはこのカウントで気になるところはここの4波のところにあります。この5波動の最初の修正波である2波のところに注目してもらいたいんですけども、ここの2波のところですね、1波の終点から2波の終点までだいたいどれぐらい時間がかかっているのかというところを見てみると、だいたい30バーということになります。月足で30バーということなので、おおむね2年半から3年近くの年月を要していることになるんですが、はい、一方でこの4波と想定したところまでの期間というのを見てみると、11バーとか12バー、だいたい11か12ぐらいのバーの本数になります。つまり1年ちょっとということですので、先ほどの波の個性のところで説明した4波の特徴について振り返ってみたいと思うんですけども、4波には複雑化しやすい、長期化しやすいという特徴があるということを解説しました。ですので、その特徴を考えてみると、この2波で要した時間に対して4波の時間っていうのが少なすぎるということが挙げられます。で、そのことからどういうことが言えるかというと、確かに今ここの4とプロットしたところが、スーパーサイクルの4波であるという可能性はもちろんあるんですけども、これ以外のもう一つのシナリオとして、現在はまだスーパーサイクルの3波が進行中であるというシナリオです。つまりどういうことかというと、一旦ちょっとこの青の折れ線を消したいと思いますが、2024年の2月の段階では、このスーパーサイクルの3波が進行中というふうに考えて、この4と5もですね、ちょっと欄外の方に追いやっておきたいと思いますが、そしてこの先ほどもともと4とプロットしていたところですね、2021年から2022年のかけての下落、ここもですね、比較的大きな下落になってますので、ここの部分をスーパーサイクルの3波の副次波の4波と見る見方です。はい、つまりスーパーサイクルの3波がこのような5波動で形成されつつあるという見方ですね。ここの波に関しては分かりやすいように色を変えておきたいと思います。はい、一旦青でですね、このようにプロットするというふうにしたいと思います。続いてこの黒の3波の規模を見ていきたいんですが、このように波の1波に対してですね、フィボナッチを当てた場合に、はい、この1波に対するフィボナッチの 2.618 の水準をすでに超えてきています。で、先ほどの分析のガイドラインの波の延長ですね、エクステンションのところを思い出してもらいたいんですけども、3波には延長しやすいという特徴があるというお話をしました。そして波が延長する場合ですね、この3波の水準として1波に対するフィボナッチの 2.618 の水準を優に超えてくるというのはよくあることですので、もしかしたら今はこのスーパーサイクルの3波が延長
している最中かもしれないというふうに考えることができるわけです。そして今はその延長しているスーパーサイクルの3波のこの青の波で示した5波目が進行中であるという見方ということですね。はい。で、ここまでお話ししてきたことだけでも少なくとも2つのシナリオが考えられるということになります。もう一度1つ目のシナリオを振り返ってみると、1つ目のシナリオに関しては赤の波でプロットしました。このシナリオに基づくと、現在はスーパーサイクルの5波、この赤の5ですね、ここが進行中という判断になります。そして2つ目のシナリオというのがこの黒と青で書いた波となります。この2つ目のシナリオに基づくと、今はスーパーサイクルの3波が進行中、そして3波が延長を続けており、そして延長している3波の5波目、この青の5波が進行中であるというふうに捉えるというものです。個人的にはですね、2つ目のシナリオの方がしっくりきますので、この2つ目のシナリオに基づいて続きを進めていきたいと思います。では続いて買い足である週足を使って、この青の4波5波の付近の動きというのを見ていきたいと思います。今週足の方に切り替えましたので、週足を使って延長しているスーパーサイクルの3波の4波目5波目の付近を見ていきたいと思います。この何波の何波っていう言い方ですね、初めてエリオット波動を学ぶっていう方にとっては少し複雑に感じるかもしれませんが、この波をフラクタルに捉えるエリオット波動では基本的な考え方になりますので、この呼び方に慣れるようにしてください。はい、ではまずこの青の4波の部分から見ていきたいと思います。4波というのは修正波ですので、修正波であれば3波のリズムで動いているはずです。ということでこの4波のところに3波の動きが確認できるかどうかを見ていくと、はい、まず一つの見方としてこういうような3波構成と見ることができます。この形はジグザグという形になりますので、ジグザグであれば535の副次波で構成されているはずですので、そのカウントが確認できるかどうかを日足の方で確認していきたいと思います。はい、日足に切り替えました。先ほど週足で見たジグザグの部分の細かい動きを見ていきたいと思います。で、ジグザグというのは思い出していただきたいんですけども、535の波動構成でしたので、その波動構成がカウントできるかどうかっていうのを日足を使って見ていきたいと思います。まずはジグザグの1波目である A 波のところを見ていきたいと思います。A 波は5波動構成なので、それが確認できるかどうかっていうところを見ていきますと、このような水色で今描いた5波動構成が確認できます。形としてはインパルスですので、インパルスのルールを満たしているかどうか見ると、特にインパルスのルールを逸脱してはなさそうです。この波のカウントの表記に関しては手間ですので、このままの表記にしたいと思います。ということで、このジグザグの A 波の部分は5波動構成が確認できました。次に B 波のところを確認してみますと、ジグザグの2波目である B 波は3波構成ですので、その3波が確認できるかどうか見ていくと、このような同じ水色で示した3波が確認できます。これ形としてはフラットと見ることができるでしょう。最後、ジグザグの3波目である C 波ですけども、C 波は5波動構成ですので、それが確認できるかどうか見ていきますと、このように水色で示したような5波動をカウントすることができます。ここも形としてはインパルスですので、インパルスのルールを満たしているかどうか見てみると、この1波と4波も重なってませんし、ここの4波の部分が少し長期化しているというところもインパルスの特徴に合っていると思います。はい。ということで、この青の4波の部分ですね、ジグザグで修正されているというふうに捉えて問題はなさそうです。はい。今回は終わったチャートで解説をしていますけども、実際にこの青の4波が進行中の場面では、今お伝えしたようなシナリオを持ってですね、ジグザグで修正されるのか、フラットで修正されるのか、トライアングルで修正されるのか、それぞれのシナリオを持って見ていく必要があるということになります。続いてこの青の5波の部分について見ていきたいと思います。この青の5波というのはもう一回おさらいすると、月足のところで想定したスーパーサイクルの3波の5波目に該当するというものです。そして先ほど確認した青の4波の終点のところに着目すると、ここを境にして高値と安値の切り上げが始まっているということがわかります。つまり、ここから新たな推進波が始まっているというふうに考えることができるわけです。そして最初の安値の切り上げポイントというのがここの安値になっていますので、ここを1波というふうに見なして、1、2、3、4、このように5波をカウントするか、もしくは別の見方としては、この1波と2波の位置は同じなんですけども、現在に至るまでまだ3波が進行中という捉え方ですね。2つ目の可能性についてはこのグレーの波で表したいと思いますが、この4波の終点のところから安値を切り上げるところで1波2波とスタートし、現在まで3波が進行中という考え方ですね。このグレーの3波のところですね、細かく見ていくと、さらにこのような5波動として見ることができますので、このグレーの3波もですね、延長している波というふうに見ることもできます。少し複雑になってきましたので、一度図解の方で整理をしたいと思うんですが、まず現在
配置を確認すると、月足で見た通り、今現在はこの黒の波で示したスーパーサイクル、この3波目が進行中であるというふうに見なしています。そしてこの黒の波の3波目の部分が延長してるんではないかというふうに考えたところでした。そしてその延長中の波というのがこの青の5波動構成で書いた波なんですが、今はその青の5波目のところにいるというふうに見なしているという考え方です。そしてこの青の5波を見ていったときに、その解のディグリーの波であるこの3波が延長している可能性というのが今お伝えしたところになります。で、波の延長というのはですね、同じディグリーの波の中であれば、アクション波の一つが延長すれば、それ以外のアクション波は延長しないというふうに考えるものですが、ただ波のディグリーが異なる場合は、何回も延長が発生するということは往々にしてあります。もう一回月足に戻ってきたんですけども、今この選択した青の5波のところに注目をしてください。この3波のところっていうのは非常に長いですよね。ということで、この青の3波も延長しているということが考えられます。エリオット波動でよく知られている波の延長の特徴として、はい、例えばこのように延長中の推進波があったとします。この場合はですね、3波目ですね。この3波目が延長しているというふうに捉えていただきたいんですけども、この3波目が延長する場合ですね、その3波目の副次波の3波目、つまりちょうどここの波になるんですが、ここも延長するということがよくあります。はい。つまりどういうことかというと、上位のディグリーの波で延長している波の助数と同じ助数の下位のディグリーの波で延長するということです。今の場合であれば、この上位のディグリーの波というのが3波が延長していることになりますので、その下位のディグリーの波の3波も同じように延長することが多いというものです。そしてこれは5波が延長する場合も同様です。例えばですね、このような推進波が存在していたとします。今回は1、2、3、4、この5波の部分が延長しているというふうに捉えてください。で、このような場合、延長している5波の下位のディグリーの波の、つまり副次波ですね。その副次波の5波目もさらに延長することが多いというものです。はい。だんだん複雑になってきてますので、初めてエリオット波動を学ぶという方は、かなりきついかもしれませんが、頑張ってついてきてください。はい。それでは続いて、今度はこの青の3波目が延長しているという仮定が仮に正しかった場合に、もう一つ考えるべきことがあるんですが、それが先ほどの波の分析のガイドラインでお伝えした波の均等性というものです。波の均等性というのは、3波が延長した場合、1波と5波の長さがおおむね等しくなるというものでした。ということで、この青の5波に注目して、1波と5波の比率について見ていきたいんですが、エリオット波動理論では波の比率を見る場合に、価格そのもので見るんではなくて、価格の変化率で見るというのが一般的です。で、チャートを変化率で見る場合には、このチャートの一番右側のメモリのところをダブルクリックして、この対数というものを選択します。そうすると、チャートが対数表示となって、変化率で示されたものになります。チャートを対数表示にした上で、1波の値幅をこのようにフィボナッチを引いて確認します。で、これをそのまま5波の視点のところに移動してみると、まだ1波の値幅までには相当な距離があるということがわかりますので、そうするとこの青の5波というのはまだまだ継続していく可能性があるというふうに考えることができます。また時間の観点から見てみても、この1波を形成するまでにはですね、2002年から2007年までと5年近くかかってるわけです。で、一方の5波はというと、まだ開始してから1年も経ってませんので、時間軸の観点から見ても、この5波はさらに伸びていくという可能性が考えられるということになります。ただここまでお話ししてきた内容というのは、すべて僕の仮定やシナリオに基づいてますので、これらがすべて間違っているという可能性もあります。はい。で、今回のチャート実演でお伝えしたかったのは、この動画の中で紹介したエリオット波動の重要コンセプトであったり、分析のガイドラインをですね、使って、どのように分析を組み立てていくのか、そのプロセスのところを参考にしていただければというふうに思います。ちなみに今回は月足のエリオット波動から見始めましたけども、動画の前半の波のサイクルのところで解説した通り、エリオット波動というのは複数の時間軸の波が重なり合ってできているというふうに相場を捉えます。ですので基本的には長いサイクル、つまり長期足の波から見ていくということが基本になります。エリオット波動を使っている方の中にはいきなり4時間足とか1時間足とかから始める方もいるかもしれませんが、それをやってしまうと波のサイクルのところで解説したように上位のディグリーの波との整合性が取れていないものになってしまったり、それこそご都合波動になってしまいがちなので、そこは注意する必要があります。でもちろんですね、わからないところを無理にエリオット波動で見ようとしてもしょうがないと思いますので、そういう場合はわかるところから波動を分析していくというアプローチが有効だと思いますが、その場合は代替案となる波動のシナリオをいくつか準備するということも必要でしょう。
はい。それでは最後にエリオット波動を勉強したい方へのおすすめの書籍とおすすめの勉強方法をお伝えしてこの動画を終了したいと思います。この動画入門編として作ってるんですが、入門編にしてはですね、結構細かいところまで触れましたので、エリオット波動の基本のうち重要なところはほとんどカバーできてるんではないかなというふうに思います。今回の動画を通じてエリオット波動に興味を持った、エリオット波動を真面目に勉強したいと思った方はですね、一冊でいいので本を読むことをお勧めします。で、理由なんですが、冒頭でもお伝えした通り、エリオット波動は多くの知識を覚える必要があるのと、いろいろな方がですね、エリオット波動に関する発信をしていると思いますが、中には間違っていたり、偏った内容を発信している人もいるからです。で、よくある誤解としては、4波と1波が重なってはいけないっていうもので、これは動画の中でも解説した通り、インパルスの場合はそうなんですが、ダイアゴナルだったら問題ないとか、そのあたりの細かい条件を言ってないというものもあったりします。YouTube とかブログだけだと間違って覚えてしまう可能性もあるわけです。で、僕の今回の動画もですね、作成時に本を読み直したりなど、それなりの時間をかけて見返しました。ただそれでも間違っているところももしかしたらあるかもしれませんので、僕の言うことを鵜呑みにするのではなくて、エリオット波動を真面目に勉強したいという方はですね、本を一冊でいいので読んで、網羅的に一通りのエリオット波動の基礎知識を抑えるといいと思います。エリオット波動も決して完璧ではないので、全部覚えたら相場の動きが全てわかるなんてものでもありません。また全部の知識を覚える必要もないですし、自分が分析するものに合っているものを取捨選択すればいいと思います。目的は自分の相場の見方を確立することです。その中でも特に相場のサイクルとかリズム、相場の息吹みたいなものをつかみ取ることにエリオット波動は長けている理論だと思いますので、そういった要素を吸収するために本を読んで基礎知識を一度網羅的に勉強するのがいいと思います。ということでおすすめの書籍なんですが、ここで紹介するのは僕が実際に読んだ本です。で、日本語と英語両方紹介しますが、結論日本語の本を一冊読めばいいと思います。で、日本語の本はこちらですね。で、なぜこれがいいのかというと、著者の方々が執筆にあたって幻聴にあたって内容を検証しているということです。著者の方は日本エリオット波動研究所の所長の方ですので、知識の量もエリオット波動の分析の経験ともに素晴らしいと思います。で、英語の本に関しては全て読んだわけではなくて、中には拾い読みをしたものもあります。で、英語でもいいので幻聴を読みたいっていう方は参考にしてみてください。このエリオットさんが書いている The Wave Principle の本の内容というのは日本語の本の中で網羅できるので無理して読む必要はありません。また青い表紙のロバート・プレクターさんの本は応用的な内容がいろいろ書かれていて細かいです。ただ最初にお伝えした通り日本語の本一冊でいいと思います。はい。次に勉強方法なんですが、これは波をひたすら描きまくるということです。一通りの知識を覚えたら、それを使って過去のチャートやリアルタイムチャートに波を描いていくこと。この仮説検証のプロセスをひたすら繰り返すこと。練習あるのみです。これをやっていくと動画の中で紹介した波の個性とか特徴といったものが自然と身につきます。これからエリオット波動を勉強していきたいという方は、ぜひ書籍含めて参考にしてみてください。最後になりますが、今回の動画参考になったという方は、ぜひ高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。また過去動画の中にもエリオット波動に限らず波動に関連した動画があります。概要欄にリンクを載せてありますので、そちらもぜひ合わせて参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。